い、今回はですね、ネルソン・ピケの人物像ですね。人によってね、ピケに対する見方ってだいぶ違うな、不思議だなと思ったんですね。なんでね、ぜひご紹介したいと思って作りました。丸1、セナ・不仲のきっかけ。丸2、中島から見たピケ。丸3、桜井から見たピケ。犬猿の中のピケとセナ。すでに王者のピケ。自分を脅かす若者に厳しく接するのは推測できるが、どんなきっかけで不仲に。はい。ピケとね、セナって、仲悪かったって、有名ですよね。単純に考えて、すでにね、チャンピオンをね、何回も取ってるピケからしたら、自分を追い越そうとする若者のセナにね、厳しく接するっつうのは、単純に推測できるんですけど、それにしても仲が悪かったみたいだし、きっかけというかね、何かあるのかなと思ったら、ちょっとこういう話がありました。82年、ピケに呼び出される。フォーミュラーフォードを戦うセナ。ゾルダーでブラバムのガレージを訪ねてこいと。まだね、若き日のセナですね。そう、フォーミュラーフォードを戦ってる時に、もうF1 でチャンピオンを取ったピケが、ベルギーのゾルダーですよね。ガレージに来いと F1 の。言われて、セナ、その時は若き日の純粋なセナは言われた通りにガレージに行ったらしいんですね。何時間も無視される。何度か目が合っているから気づいてないはずがない。結局一言も言葉を交わさず引き上げた。ピケは最初からそのつもりだった。で、セナはね、言ってたらしいんですね。これ、ピケがね、セナをわざわざ呼び出して、なんて言うんですかね、屈辱的な目に合わせるっていうのかな、をわざわざしたってことなんでしょうね。これだけに聞くとね、なんかひどい話だなと思いますけど、はい。次がですね、丸2の中島から見たピケですね。88年、89年、中島悟のチームメイト。1歳違いながら、すでに3回チャンピオンを獲得しているピケ。2人は10年前に出会っていた。はい。このね、日本ではイメージが強いですよね。中島悟選手のチームメイトだった。で、1歳違い。学年で言うとね、一緒なんでね、ほぼ同い年と言ってもいいぐらいなんですけど、年は近いんだけど、すでに3回チャンピオンを取ってるピケとチームメイトになったわけですが、このね、はるか昔、10年前にね、2人はね、出会ってるんですね。宙を舞う中島のマシン。1978年、イギリス F3 に遠征した中島。スタート直後、マシンは宙を舞った。クラッシュを引き起こしたのは、ライバルを勝たせないためにピケが引き起こしたものだった。はい。1978年に中島選手はね、イギリス F3 にはるばるね、遠征したんですけど、この、画像を見てもらうとわかるんですけど、マシンが1個縦になってますよね。これ中島選手の車なんですね。縦回転してぐるんぐるんクラッシュして、ひどいクラッシュなんですけど、これ F3 のね、スタート直後に起きたんですけど、なんでこんなクラッシュが起きたかっていうと、後年ね、中島選手、ピケから告白されたらしいんだけど、ピケがわざと引き起こしたものだったらしいんですよね。ピケが自分がチャンピオンかかってるから、わざとね、そのライバルにぶつけたっていうね。非常に危ないですよね。はい。壊れたマシンを修復し、参戦継続。中島を入れて4人だけのチーム。型落ち。76年型のが513。毎年モデルチェンジする本場のマシンに対抗できるものではなかった。しかもクラッシュした車。成績ははい。中島選手の方の話をすると、マシンがぐちゃぐちゃに壊れちゃったんだけど、なんとか直してね、その後も参戦したらしいんですけど、そもそも型落ち、2年落ちのマシン、それをぐちゃぐちゃになった車をなんとか直して走ったわけなんで、成績はね、いまいちですよね。でももしね、クラッシュがなくても、あんまり速い車じゃなかったかもしれないけど、クラッシュしなければ、当然歪んでないもうちょっとまともな車だったわけで、少しは活躍できたかもしれないですよね。そんなのわかんないですから。で、少しでも活躍できれば、例えばね、他のヨーロッパの F3 チームから声がかかったりとか、いきなり F1 は無理かもしれないけど、そういうね、何か可能性が開けたかもしれないですよね。ピケは翌レースから F1 デビュー。78年、F3 チャンピオンを獲得し、F1 にスポット参戦。79年からはフル参戦を開始した。中島は F1 デビューまでここから約10年かかることになる。そのね、クラッシュを引き起こしたピケなんですけど、無事にっつったら変な言い方ですけど、F3 チャンピオンは取れたんですね。で、やっぱね、その活躍が実って、そのクラッシュしたレースのすぐ後っていうかね、F1 にもうスポット参戦したんですね。で、翌年79年からフル参戦開始したんですね。トントン拍子っつったらあれですけど、チャンピオンを取っていくわけですね。で、一方のね、中島選手は、
ここからね、不安にたどり着くまでね、ほぼ10年かかるわけなんですね。だから、この2人はね、ピケがこの時の F3 チャンピオンで、中島選手はね、遠征してきたドライバーとはいえね、ここが2人の分岐点だったってことですよね。中島引退、もったいない。彼を好きなんだよね。しかし、それを聞いた中島の意外な返答。あの人僕のことをマスコミに喋ってるらしいけど、そんなに口聞いたことないんだよ。彼が口を聞こうとしないんだよ。僕が早かったりすると、ぷいっと横を向いてしまう。はい。これ意外だなって結構後に私思ったんですけど、中島選手がね、引退した時にレーサーとしてのね、歴史をまとめたビデオなんか販売されてたんですけど、それなんか見ると、ピケと仲良かったみたいなこと言ってたから、って最初のね、チームメイト、セナは少し若かったから、やっぱ年が近いね、ピケと仲いいみたいなことを、言ってたんで、あ、そうなんだって思ってたら、違うらしいんですよね。中島選手がね、引退を発表した時に、ピケ選手がね、インタビューされて、もったいないってね、まだ走れるのにとかね、彼のこと好きなんだとか言ってたんだけど、それを聞いた中島選手がね、まあ意外なことにね、そんなに口聞いたことないよってね、言ったらしいんですね。そうなんだって、はい。ここまでね、セナと中島選手のエピソードを紹介して、なんだよピケの悪口ばっか言ってって思った方がいたら、はい、ちょっと我慢してください。次に大事な話です。丸3。櫻井義俊から見たピケ。当時のホンダ総監督であった彼曰く、セナ、プロスト、ピケ、マンセルの中で、ホンダスタッフに一番人気があったのはピケだという。そうなんですね。これもね、私、すごい驚いたんですけど、櫻井ね、義俊さんって、この当時のね、ホンダ総監督。まあ、この後すぐ87年をもって総監督からは外れますけど、直接ね、この当時の F1 のまあ、四天王と言っていいのかな。ドライバーたちと直接ね、接したことのある貴重なね、人ですよね。で、しかもその後、セナとすごい仲いいですよね、この人。セナに関するね、本を何冊も執筆したりして、もう、セナ信者と言ってもいいぐらいなんですけど、だけど、桜井さんが言うには、ホンダのスタッフに一番人気があったのは、ピケだって言うんですね。で、って、そうなんだと思って。圧倒的にセナなんじゃないのかなと思ってね、なかなかびっくりしました。まあ、桜井さん、セナとホンダの全盛期の時は総監督じゃないにしてもね、まあ、そう言ってますね。セナプロストをしのぐ能力。レースではテレメトリーのデータを見ながらドライバーに指示を与える。こちらが指示を出す前にすでに指示と同じ行動をとっている。この能力はセナプロにもない。はい。ってね、桜井さん言ってんですよ。ホンダが発明したというかね、F1 に持ち込んだテレメトリーシステム。燃費だとかね、まあこのまだターボの時はね、ターボのブーストとかね、いろいろ考えながら指示を出すわけですけど、ピケは指示を出さなくても、今こうした方がいいっていう行動をね、自分ですもう先にやっちゃうっていうんですね。で、それは、セナもプロストもできないって言ってんですね。知らなかったなって私思ったんですけど、だからその桜井さんが言うピケがホンダでね、人気があったっていう理由は、まあ、人間として魅力があるってこともすごい語ってるんですけど、ホンダのエンジニアから見て、エンジンとかね、そういう制御に関することを理解してる、すごいドライバーっていう風に見えるんですかね。そこがもしかしたら魅力なのかもしれないですね。はい。これ最後ですね。モテる男には不思議な魅力が。結局ね、セナと仲が悪かったり、中島選手から見たらそんなに仲良くないよって言われたり。だけど、桜井さんはね、絶賛してますよね。なんか不思議だなって、なんか掴みどころがないな。だけど、ピケさんって女性にすごいモテましたよね。女性が何人もいてね、子供も何人もいますよね。まあ、ってことは、それはね、レースとは関係ないとはいえね、魅力的な人間なんでしょうね。なんで、不思議だな、ピケさんって人によって見方が全然違うなっていうのをね、皆さんにね、知っていただきたいと思って、はい、動画作りました。はい、チャンネル登録ね、ありがとうございます。で、いつもね、高評価もありがとうございます。コメントもね、はい、大変助かります。皆さんでね、楽しんでいただければと思います。はい、またね、楽しい動画作りますので、よろしくお願いします。